健康ソリューション、シンクロシフトをご紹介します。独自の AI アルゴリズムによるシフト自動作成や各種機能を通じて、職員の健康と経営の健康をサポートします。開発会社の株式会社サインキューブは、介護、医療事業を展開する白百合グループの DX 支援企業として設立されました。白百合グループは北海道の札幌、函館の地域密着型で、前期高齢者から後期高齢者まで長くお付き合いいただけるようにサービスを展開しており、在宅型ではデイサービスやショートステイ、訪問看護、施設型では特別養護老人ホーム、グループホーム、特定施設の介護付きなどを展開しております。サインキューブはこれらの DX 支援を行ってきましたが、特に経営の鍵となるシフト管理システムの自社開発を行い、2024年からグループ外の法人様にも導入させていただいております。介護、医療現場を持ち、様々なサービス種別に対応できるように開発したことがシンクロシフト最大の特徴です。白百合グループでは生産性向上、職員の負担軽減のため、様々な DX を進めてきました。基本方針は、現場で必要な機能だけを連携させ、いかに安く導入するか、ということで、市販のパッケージを組み合わせてきました。DX の重要なピースがシフト管理のシステム化でしたが、介護現場に合った製品がなく、自社開発したソリューションがシンクロシフトです。シフト管理が重要と考えるのは、それぞれの悩みがシフト管理に通じるものが多かったことが理由です。職員にとっては、夜勤、早番の偏りなどの不公平感。苦手な人と同じシフトになるストレスが不満でした。希望給の出しづらさやシフト確定が遅いことは、既存の職員だけでなく、求職者にとっても心配な点です。管理職では、シフトを作る時間がないことや、シフト作成が苦手。職員がシフトに不満を持たないように気を使う精神的ストレスが悩みとなっています。また、管理職が異動になった場合、シフトの作成基準が変わってしまい、職員から不満が噴出することもあります。属人的な管理による弊害です。経営者にとって、シフトが全ての原因ではないにしろ、離職率が高く、採用コストがかさむことは悩みの種です。複数の事業所を運営されている場合、各事業所が最適な人員配置、人件比率になっているのかの確認、管理。利用が急増しているスポットワーク、隙間バイトのコスト管理も重要です。職員の過労や休職等のコンプライアンス、労災訴訟リスクも課題となります。また、管理職のなり手が乏しい、属人的な管理によるシフト品質のばらつきも事業継続の課題となります。このような悩みに対し、良質なシフトが簡単に作成、管理ができれば、すべて解決できると考え、シンクロシフトを開発しました。公的なデータでも、介護職員の離職理由で一番多いものが人間関係の悪化となっておりますが、シンクロシフトの自動作成で公平性を担保し、苦手な職員同士をセットで配置しないなどの組み合わせ設定によって、人間関係のストレスを低減することで、職員定着率を上げることが、シンクロシフトの一番の目的です。間接業務などにスポットワーク、隙間バイトの利用が急増しております。この事例の事業所では、ある1ヶ月のスポットワークの利用が4名、合計43回に及んでいました。職員2名分に相当する利用です。シンクロシフトで最大限効率的にシフトを作成した結果、30回前後に減らすことができました。この結果から2つの気づきが得られます。1つは、既存職員で効率的にシフト作成することで、スポットワーク利用回数の適正化、労務コスト削減です。もう一つは、効率的にシフトを組んだとしても、1.5 名の人員が不足していることです。つまり、常勤職員を2名雇用すると過剰配置になり、
1名を採用、0.5 名分をパート職員等で埋めるのが最適解となります。人員の過不足を小数点単位まで数字で把握することが労務コスト管理の鍵となります。先ほどのスポットワークの事例のように、20名のチームで1名余剰人員が発生することは容易に起こり得ます。これは割合で言うと 5% に相当し、1000名規模の事業者であれば50名の余剰人員に相当します。1ヶ月で約1600万円、3ヶ月で約5000万円の人件費がかさむことになります。シフトを作成した時点で、次月の稼働率などを鑑みながら、最適な人員配置に修正する。このように数字を見える化し、タイムリーに経営判断を行っていただけるように、シンクロシフトがサポートします。介護現場の人手不足を起因に、過重労働によるうつ病など、精神疾患の過労死が急増しております。労災訴訟も起きております。私たちは心身負荷の少ないシフトを通じて、この社会問題の解決にも貢献したいと考えています。右下に J 内オッシュというロゴがありますが、こちらは厚生労働省傘下の過労死研究機関であり、先ほどの過労死のデータも作成しております。J 内オッシュと私たちサインキューブはいかに心身負荷の少ないシフトを作成するかという共同研究を行っております。J 内オッシュの提言によってスライドにお示しした心身負荷の少ないシフトを組むための3つの条件をシンクロシフトの AI、アルゴリズムに組み込んでいます。実証研究ではシンクロシフトで作成したシフトで2ヶ月勤務した結果、各種の睡眠指標が優位に延長することが認められました。つまり、シンクロシフトは心身負荷の少ないシフト作成ができることが科学的に証明された唯一のソリューションとなります。シンクロシフトが実現できること、健康ソリューションのまとめです。配置人数、労務コストの最適化や加算チェックによる介護報酬の最大化、離職率減による採用コスト削減によって経営の健康をサポートします。公平で心身負荷の少ないシフトや職員同士の組み合わせに配慮したシフト、また希望給が出しやすいスマホからの申請によって職員の心身の健康を守ります。導入事例における業務工数削減は1管理職1ヶ月あたり約11時間となっております。しかし、1ヶ月11時間の工数削減より、スポットワークも含めた最適な人員配置による労務コスト管理、定着率アップによる採用コスト削減の方が、はるかに経営インパクトが大きくなります。シンクロシフトの導入意義は、経営の健康、心身の健康の実現となります。ここから、シンクロシフトの使い方をご紹介します。職員はスマホアプリで、管理職はウェブ上でお使いいただくクラウドサービスです。職員がスマホアプリから希望給、希望勤務を申請すると、管理職はクラウドで集計された申請状況を見ながら承認作業を行います。夜勤、日勤などの配置人数や職員の組み合わせなどの設定を行い、自動作成ボタンをクリックすると、シフトが自動作成されます。出来上がったシフト表をスマホアプリに配信することができます。また、シフトのデータ自体を勤怠管理システムと連携させ、職員ごとの出退勤の予実管理、勤務形態一覧表の自動生成ができます。勤怠管理システムとの連携では、1、シンクロシフトで作成したシフトデータを勤怠管理に取り込み、出退勤の予実管理を行う。2、勤怠管理システムの勤怠実績データをシンクロシフトに取り込んで、勤務形態一覧表を自動生成する。3、勤怠管理システムで管理している残有給数をシンクロシフトに反映する。以上の3つのデータ連携があります。ロゴが掲載されている5つのシステムは、1、2において CSV 連携ができております。
特にハーモス勤怠は API 連携で残有級数が自動反映されるため、最も相性の良い勤怠管理システムになります。こちらはシンクロシフトのスマホアプリの画面です。カレンダーから日付を選択し、優先度や理由を添えて、希望級、希望勤務の申請が可能です。また、スマホアプリで個人のシフト表、全体のシフト表が確認できます。アプリ上ではどれが希望級かわからない仕様になっています。例えば A さんと B さんが同じ日に希望を出していて、A さんだけが希望が通らなかったとしてもわからないため、人間関係ストレスを防ぐことができます。一方、管理職は Web 画面上で職員の希望級を確認いただけます。こちらは管理職用の Web 画面で、主に9つの機能があります。1つ目は、先ほどのスマホアプリから申請された希望の受付、承認機能です。2つ目は加算チェック、3つ目はシフト自動作成機能です。次は配置人数の表示で、4は早番、日勤など勤務区分ごとの日々の配置人数、5は常勤換算した配置人数です。5によって介護報酬の減算リスクがあるか簡易的に確認可能です。6はシフト表で自動作成でもクリックによる手入力でも作成可能です。右端までスクロールすると各職員の勤務区分ごとの勤務回数、労働時間を確認いただけます。7はシフトをスマホアプリへ配信するボタン。8は勤務形態一覧表の自動生成ボタンです。9はシフト表の出力ボタンで PDF、CSV、Excel の3形式に対応しております。Excel で出力後、委員会やイベントの記載など加工した方が運用しやすいというご施設もあると思います。加算チェックは現在、サービス提供体制強化加算のみですが、航空機能向上加算、個別機能訓練加算など他の加算項目も追加していく予定です。シフトを自動作成する際の条件設定は、上部のガイドに沿って必要な項目のみ行っていただきます。初回設定後、特に変更がなければ、一番右端の自動作成のステップに飛んでいただいて構いません。登録、設定できる項目の一覧です。シンクロシフトにおけるシフト作成は、2段階でシフトを完成させるイメージです。1段階目は決まっている予定を自動作成前に埋めることです。青枠をご覧ください。月、水、金だけ日2でシフトに入るといった特定のシフトパターンで勤務する職員がいる場合、事前にシステムに登録しておくことで、真っ白なシフト表に自動的に反映されます。赤枠のように承認した希望級もシフト表に反映されます。手入力の必要があるのが緑枠の予定です。例えば、委員会があるので日勤で出勤させたい場合や、研修などの決まっている予定を手入力で埋めていただきます。そして、2段階目として、残った空白のコマに対し自動作成を実行して、シフト表を完成させます。基本的な考え方の2つ目は、役割を反映した勤務区分を設定することです。例えば、夜勤に3人配置するうち、1人はリーダーにしたい場合は、夜勤リーダーと夜勤の2種類の勤務区分を作成し、それぞれの配置人数を1名、2名、合計3名と設定します。次に職員ごとに、その勤務区分ができる、できないを丸、×で設定します。このような設定が完了した後、自動作成を実行すると、夜勤リーダーの1名の枠には、リーダーに入れる、丸と設定した3名のうちから1名が配置されます。例えば A さんが夜勤リーダーに配置された場合、夜勤の2名の枠には、夜勤が丸になっている残りの6名から2名が配置され、合計で夜勤3名が配置されます。同じ考え方で、デイサービスでドライバーを確保したい、入浴介助を確保したい場合、日勤ドライバー、日勤入浴などの勤務区分を作成すれば、役割ごとに欲しい人数を確保してシフトが作成できます。料金は
サブスクリプションが1ユーザーあたり月額500円です。ユーザーとはシフト表に含まれる人数を指し、100名の5施設では500円 ×100 名で月額5万円となります。また、選択制オプションとして初期導入サポートもございます。お支払い方法は年契約、年払い、前払いとなります。誠実にお取り組みいただくことなど一定の条件のもとにサポート付きの無料トライアルを1ヶ月間提供しております。無料でご利用いただける各種サポートコンテンツがございます。操作マニュアル、操作動画がございます。動画は細かく分かれており、はじめにスマホアプリ、希望申請。やや難しい内容のシフト作成においては、画面の見方から始まり、初期設定の見直し、チームの設定など、一つ一つ確認しながら操作を進めていただけます。ご紹介した操作マニュアルや動画は、ウェブ上のヘルプサイトに掲載されています。介護事業者が開発したシステムということで、現場のお困りごとに対応できるサポート体制となっています。製品紹介やトライアルをご希望の方はお問い合わせください。ご視聴ありがとうございました。